日本語ですでに知っていることを教わるシリーズにようこそ。3A から始まるエピソードでは統計学を、3B から始まるエピソードでは確率論を基本から解説していきます。今日のエピソードでは統計学の基礎中の基礎である3つの中心傾向の指標、平均値、中央値、最頻値の意味と特徴を説明します。平均値は小学校、中央値と最頻値は中学校で学習します。他にもおまけでいくつか基本的な概念が登場します。あなたはとある架空の高等学校に勤めています。ある日、在校生に関する種々雑多なデータを閲覧していると様々な疑問が湧いてきました。そこでまず全校生徒の身長を測定したデータをもとにどのクラスが最も背が高いと言えるのかという疑問に答えてみることにしました。しかし、統計学の知識が乏しいあなたには何に着目すべきなのか一切の見当がつきません。よってひとまず各クラスで一番身長が高い生徒を比較してみることにしました。今表示されているのは3つあるクラスのそれぞれにおいて最も背の高い生徒の身長の測定値です。このように測定した値の中で最も大きなものを最大値と言います。例えば A 組の最大値は 190cm です。これは他の2つのクラスの最大値よりも高いため、あなたは A 組が最も背の高いクラスだという結論に至ります。しかしデータを再検すると A 組には 130cm という著しく低身長の生徒がいることに気づきます。そこで今度は最大値の逆、つまり最小値に注目しました。すると B 組の最小値が 160cm であり、3つのクラスの中で最も高いことが分かりました。では最大値や最小値に基づいて A 組または B 組が最も背の高いクラスだと結論付けるのは妥当なのでしょうか？答えは否です。最大値と最小値はそれぞれのクラスにおける両極端な値を示してはいるものの、両端以外に位置する生徒に関する情報は一切含んでいません。そのため最大値もしくは最小値のみからクラス全体の特徴を述べることはできません。あなたは次に各クラスの最大値と最小値の差に着眼しました。最大値引く最小値という計算式によって求められる値を範囲と言います。A 組の最大値190から最小値130を引くと範囲は60になりました。同様の計算から B 組の範囲が20、C 組の範囲が30と分かりました。一見すると A 組の生徒の身長の分布には大きなばらつきがあり、反対に B 組と C 組の生徒の身長の分布は比較的小さな範囲にまとまっているように思われます。このことからあなたは範囲が最も狭いクラスである B 組が最も背の高いクラスだと考えました。しかし範囲を算出するために用いられた最大値及び最小値は先ほど述べた通り中間に存在する生徒を無視した値であるため、範囲も同様にクラス全体の特徴を反映した数値とは言えません。以上から各クラスの生徒全員の測定値を加味した計算値を用いない限りはクラス全体の特徴を抑えられないことがわかります。そこであなたは各クラスの測定値を足し合わせて合計を算出してみました。すると A 組の合計は1500、B 組の合計は2070、そして C 組の合計は2340であることが判明しました。では C 組の合計が最も大きいから C 組が最も背が高いクラスであると言えるのでしょうか？これまた答えは否です。なぜならそれぞれのクラスの人数が異なっているからです。実は A 組は10人、B 組は12人、C 組は15人の生徒で構成されていたのです。よって人数が最も多い C 組の合計が最大になるのは至って当然なことです。人数が不揃いな3つのクラスを合計値で比較することはできないため、あなたはそれぞれのクラスにおける生徒1人当たりの身長の測定値を求めるために、全生徒の測定値の合計をそのクラスの人数で割ってみました。このようにして求められる値は平均値と呼びます。A 組の平均値は150、B 組の平均値は 172.5、C 組の平均値は156であることが分かりました。平均値を基準に考えると B 組が最も背が高いクラスであると言えそうです。こうして容易に弾き出された平均値ですが、一体これらの数値が意味するものは何なのでしょうか？あなたが妄想したのは各クラスにおいて全生徒の肉体を何らかの手段で一旦統合した後、元々と同じ人数の生徒を再形成する際に一人一人に平等に肉を配分し、
全員の身長が均一になるように調整するというおぞましい光景です。この時点ですでに軽い吐き気を催したあなたはあまり深く考えすぎないことにしました。続いてあなたは両端ではなく真ん中を調べることを思いつきます。そのために各クラスの測定値を後順に並べてちょうど真ん中に来る生徒の身長を調べてみることにしました。こうして求められる値を中央値と呼びます。C 組の中央値は155でした。しかし A 組と B 組の生徒数はそれぞれ10人と12人、つまり偶数であるため真ん中には2人の生徒がいます。この場合、2人の測定値の平均値を中央値とします。結果として A 組の中央値は 142.5、B 組の中央値は175になりました。中央値を参考にすると、これまた B 組が最も背が高いクラスであると言えるようです。最後にあなたはクラスの身長の特徴を最も的確に捉えられていると言えるのは一番頻繁に出てくる測定値なのではないかと思いつきます。そこで各クラスでどの測定値が一番多く登場するのか調査してみました。現れる回数が最も多い値を最頻値と呼びます。A 組には 140cm の生徒が4人いて最も多かったため最頻値は140になりました。B 組は180の生徒が4人、そして C 組は160の生徒が3人いました。最頻値を見ても B 組が最も背が高いクラスであると言えそうです。平均値、中央値、最頻値のすべてを考慮した結果、あなたは B 組が最も背が高いクラスであるという結論に達しました。さて、ここで補足を挟みます。平均値、中央値、最頻値の3つは統計学では代表値と呼ばれます。また、これらの代表値はデータの分布の真ん中がどのあたりに位置するのかを示す値でもあるため、これらの値が表すのは分布の中心傾向と言われます。3つのうち最も頻繁に使われるのは紛れもなく平均値であり、ほとんどの場合は中央値と最頻値を用いる必要はありません。しかし、これらの代表値にはそれぞれ長所と短所があるため、状況に応じて使い分けられるようになることが理想的です。まず、平均値は最も汎用性が高く便利な代表値です。中央値または最頻値の使用を優先する理由がない限りは平均値を使うのが通例です。しかし、平均値の欠点は極端な値に影響を受けることです。例えば、街頭で10人に年収を尋ねたところ、そのうちの1人が偶然 Amazon の創立者だった場合、平均値は異常なまでに跳ね上がり、中心の位置は大きくずれてしまいます。対する中央値はこのような極端な値に影響されにくいという利点を持っています。しかし、裏を返せば中心以外に分布する値に関して一切の情報を提供してくれないという不便さをはらんでいるとも言えます。例えば、中央値が1であったとしても、その他の値がすべて0か2の場合もあれば、0か1億の場合もあり得ます。さらに、0が100個、1が1つ、1億が100個で構成されるデータがあるとすると、1という数値がこれら3種類の数値を代表する値であると言える根拠は明確ではありません。平均値も同様に、どういう定義において代表的な値と呼べるのか不明な場合があるので注意が必要です。先ほどの中央値の例を再び用いて平均値を計算すると、0、1、1億のいずれにも似つかない元々の数値とは無関係とも思える数値が出現します。還元すれば、0、1、1億の3種類の数値の代表は4975万 1243.79 です。と述べることには違和感を覚えずにはいられません。この点において最頻値は優れています。なぜなら実際に含まれる数値の中で最も頻繁に見られる数値を代表に選べるからです。ただし 111-222-333 のように最頻値が複数存在する場合、最頻値からはあまり有益な情報は得られず、中心が3つも出現するため、中心傾向を捉えることも困難になります。今日のエピソードはここまでにしておきます。次回のエピソードでは様々なグラフの種類を紹介する予定です。ではまた。